空が青いなはい、おはようございます。今日は3月20日金曜日、祝日ですね、秋分の日ということで、いよいよね春ということで、東京のね靖国神社で桜のね開花宣言をしたと、いうニュースを見ました。はい、例年より5日ぐらい早いって言ってましたかね。はい、桜が開花したということでございますんで、いよいよね、春になってくるということでございます。はい、ということでやっとね寒い時期が終わりまして、これからねまたね急に暑くなんなきゃいいんですけどね。はい、過ごしやすい時期がね、春が、訪れてくれればいいんですけど、例年なんかね、ゴールデンウィークぐらいで急に暑くなったりね30度超えたりなんかしちゃってますからね。はい、秋と春がなんかなくなってるというか短くなってるというかね。はい、そういうニュースも聞きますけどね。寒くなって急に暑くなって逆か、寒くなって急に暑くなってっていうね、そういう状況にもなり得ますんでね。はい、皆さんね、体調管理気をつけてください。はい、ということで今日も元気にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲッツゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらこちらこちら、写真撮っていきたいと思います。はい、ということでさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日は祝日なんですけども、お客さんがね、2組3組ぐらいしか来ませんでした。はい、ということで、今日はですね午後から、また、空いてますんでね、フッツラボの方の昨日水耕栽培ね、種一生懸命ピンセットでやったんですけど、今度畑の方ね、ちょっと今ね、冬野菜っていうんですかね、冬野菜がねすごいことになってましてですね、白菜から茎が伸びて花が咲いて、パンパンパーンって感じでね、あとブロッコリーもパンパンパンってもう開いちゃって花が咲いちゃってですね。はい、でキャベツの方はですね、キャベツの真ん中のところだけをムクドリっていうんですかね、鳥がつっついて掘ってですねキャベツ食べるんですよ。はい、という感じでね、もう終わりなんで、キャベツはねそこのねつっついたとこ以外はねちょっとみじん切りにして食べちゃおうかなと思ってますけど。はい、ということで、全部抜いて、耕して、今度ね夏野菜の準備、をやっていきたいなと思っております。ということで雨降んなきゃいいんだけどな。はい、微妙ですが、この後フッツラボで畑作業やっていきたいと思います。ということで本日はご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、午後からフッツラボの、畑やってまいりました。はい、こちらですね。こちらをね、ちょっと今日は、全部抜いて、はい、次の、夏野菜に向けて準備していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。こちらがね、白菜でございますよ。白菜、そしてねこれブロッコリーでね、これがキャベツで、これも
ブロッコリーですね、見事な花が咲いちゃってます。はい、これ見事なね白菜でございますよ。はい、ということでこれ全部ね抜いていきたいと思います。これがちなみにね玉ねぎはまだ生きてます。あとほうれん草、あとじゃがいもはちょっと全滅状態です。はい、じゃあまずはね全部抜いていきたいと思います。よいしょ。よいしょ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 。よこらせっと。よいしょ。はい、こちらがねほうれん草なんですけど、ほうれん草もね、だんだんこうやってね花が出てきてしまったんで、ちょっと取って食べる分だけ取って、あとは捨てちゃいたいと思います。はい、こうやってねほうれん草のいらないところを取りまして、そしてね形悪いんですけどね、意外とこれ美味しいんでございますよ、ほんと。はい、じゃあこんな感じでほうれん草はね炒めて食べたいと思います。はい、これねキャベツもね、ちょっともう悪くなったところを切って、鳥がねついたところも切って、やったらねこのぐらい十分食べられますんでね。はい、これ食べていきたいと思います。はい、あとねこちらが玉ねぎはねちょっと一旦抜いて、そしてもう一度ね植え直したいと思います。ということでね、時間が空きましたんでね、いよいよプットラボの方の畑の方ね、冬野菜の残差をね、全部、抜きまして、そして耕していこうと、そういう感じでやっていっております。はい。振り返ればですね、やはり去年は、まだリサイクルショップ始めてませんでしたので、便利屋もね始めてませんでしたので、時間があったので、もうこの時期はですね、水耕栽培を始めておりまして、なかなかね、気温が上がらなかったんで、芽が出なかったということなんですが、ちょうど去年の3月23日ですかねに外の畑を耕して、いろいろね、スナップエンドウとか、ロメインレタスとか、サニーレタスとか、アスパラガスかなとね、植えておりました。はい、ですからね、だいたい、例年通りということなんでしょうかね。はい、だんだんね、今年で2年目、農作業2年目ということで、なんとなく容量もねつかめてきまして、はい、だんだんね、慣れてまいりましたんで、次何やらなきゃいけないのかとかね、いちいち調べなくてもできるようになってると、そういうことでございますんで、
でこのオンボロのね、耕運機、またオンボロって言うとね怒られるのかもしれないですけどボロボロのボロボロもいけないのかもしれないしね、はい耕運機で、耕していっております。去年はね確か手で掘ってたような気がするんですよね。借りたかな。一番最初、ここをね、畑にするときに手で掘って、畑にしていったと、そういう記憶がございます。はい。ということで今年はね、この4月18日に、フッチマルシェお祭りがねここで行われますんで、その時に、収穫できるものを、できれば、先に植えたいところなんですが、あとねじゃがいもとかね、もろもろ、あと夏野菜、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、この辺はね、もうちょっと後かなと、思いますけれども、そうするとねいろいろ やりたいもの植えたいものが増えてきましてですね、だんだん、狭くなってきましたけども、はい、とりあえずね夏に向けて、準備していくと、そういうような形でね、耕していっております。はい。やはりねまだちょっとねその後の肥料関係がよく理解していなくてですね、はい、とりあえず経皮粉をまいとけばいいかみたいな感じとね、駆動石灰まいとけばいいかみたいな感じでね、やってますけど、なんかねどうやらほうれん草には駆動石灰を多めに入れないと細い、ほうれん草になってしまうということでございますので、今回はねちょっと駆動石灰を多めに入れて、ほうれん草も育てていこうかなと思っております。はい、ということでね、いよいよね畑シーズンが始まりましたんで、これからねまた夏野菜に向けて、いろいろ育てていきたいと思っております。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、一応ね全部1回目耕し終わりました。でキャベツだとか白菜とか、その他もろもろ残差は一緒にね、耕運機で、かき混ぜで、埋め込みました。ということでねこれでねこのまま土に帰ってくれればいいなと思っております。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、